その解散命令の背後に共産主義の暗躍があったとしても、メディアの変更報道があったとしても、結局、私たちのこの信仰の価値を、そしてこの信仰のおかげで、これだけ大きく成長して、社会に貢献できたんだ、ということを示すことができなかったのが根本的な問題だったのかな、というふうに思います。こんにちは。韓国のソムン大学の神学科に通っている吉文です。神学科では、もちろん私たち家庭連合の持っている神学を学ぶ機会もありますけども、他の宗教、神学者、哲学者の今までの思想や体系を学ぶ機会が結構あります。その中で自分が今回自分たちの信仰を改めて考えさせられるような一人の哲学者を紹介したいと思います。それがニーチェです。皆さん、ニーチェという哲学者をご存知ですか？ニーチェといえば、神は死んだ。神は死んだといえば、無神論者。そしたら、自分も少し前はそうだったんですけど、ほとんどの家庭連合の信者、もしくはキリスト教でも神様に対する信仰を持っている人たちは、こう考えるんじゃないかなと思います。ニーチェ？神は死んだって言った、あいつでしょ？霊的感覚がないわ。神様を否定するって。悲しい人生だったんだろうね。無神論者の言うことなんて聞く必要ないわ。こんな風に思う方が自分の感覚では 90% 以上こういう風に思っちゃってるんじゃないかなと思います。そうです。実際、ニーチェは当時のキリスト教の価値観や神という存在を否定していたと考えられています。ただそこには単純に神はいないと否定したというよりも、その当時のキリスト教の教えや価値観に疑問を抱いた。そして彼が主張したその思想は、私たち、特に今社会から否定され、国家から否定された家庭連合の信者である私たちがもう一度信仰とは何か、そして宗教とは何か、私たち一人一人がどういう信仰を持って社会に対してどういう影響を与えていけるのか、そういうことを考えさせられるような思想だったんです。で、実際に、自分が会ったことのある無神論者の人たち、もしくは YouTube で無神論者たちが語るその内容がニーチェの言葉を使ってなくても、ニーチェを勉強すると、今の無神論者の人たちって結構ニーチェと似たようなことを考えてるなっていう風に感じることが多いんですよね。なので、これから特に無神論者の多い日本で、韓国で私たちがどのように信仰の価値を、大切さを見せていけるのか、たまにいるんですけど、やっぱ無神論者とか神様を信じない人たちのその強烈な意見を聞くと、この人にはサタンが入ってしまったんだ。大変だ。みたいな感じで、聞く耳を持ってない信者の方々がたくさんいると思うんですよね。私たち家庭連合の中だけじゃなくて、キリスト教にもそうだし、イスラム教にもそうだし、実際そういう態度を否定しようとは思っていません。ただ、その態度は、私たちの共同体のイメージを悪くすることにつながってしまいます。少し導入が長くなってしまったんですけども、ぜひ、ニーチェというものは何者で、どういう思想を持っていたのか、そして、これから自分たちがどういう態度で私たちの信仰の価値観、大切さを社会に伝えていけるのかというのを自分の考えですけども、喋らさせていただきたいと思います。高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。まず、ニーチェという哲学者をすごく簡単に言うと、みんなが当たり前だと思っている善悪や生き方を本当にそれでいいのかと問い直した人です。ザ・哲学者って感じなんですけど、ここで言うみんなとは、基本的に当時のキリスト教の信者のことを言います。彼は昔から与えられてきた価値観をそのまま受け入れるだけでは、本当に自分の人生を生きることにはならないと考えました。人は苦しみや失敗、矛盾に向き合いながら自分で生きる意味を引き受けなければならない。そういう厳しい立場をとっていた哲学者です。じゃあなんでニーチェがキリスト教の教えやそれに従う信者の人々を批判したかというと、当時のキリスト教会の教えが、まず神の前に祈り、耐え、感謝しなさい。そう教える傾向を持っていたことを批判しました。もちろん祈りや感謝そのものを彼が否定したわけではありません。しかしニーチェはそうした教えが人間が苦しみを自ら乗り越え、そこから新しい価値や生き方を生み出す力を弱めてしまうんではないかと考えたんです。彼が問題にしたのは、苦しみや逆境に直面した時に、自らそれを乗り越えて新しい価値を生み出すのではなくて、与えられた教えに従って、その苦しみに宗教的な意味を与えて、従順や忍耐をそのまま良いことにしてしまう生き方でした。信仰というものが人を弱くしてしまうと考えたわけです。彼の有名な言葉に、神は死んだという言葉があります。これは単に神を否定した言葉ではありません。その当時、科学が発達して、理性や批判的な考え方が強くなりました。そして昔のように、みんなが同じ神や道徳を絶対のものとして信じられなくなった。ニーチェは、教会や信仰の形は残っていても、昔のように、キリスト教の神が人々の生活の絶対的な中心として機能してはいないと見たのです。その意味で、神は死んだ。もっと言うと、キリスト教が腐敗してしまって、神を殺したという表現をしたと言われている。教会はある。
教えもある。神という言葉も残っている。けれど、本当に神を自分の人生の中心に置いている人は少ない。そしてこれからもっともっと少なくなるだろうと見たわけです。ただニーチェはその当時、そしてそれからの時代で一見すると人間が神や霊界という幻想から離れて自由になったと考えるかもしれないが、それは違うと考えたのです。これからの人々は何を基準にして生きればいいのかわからない。善悪の根拠がなくなる。そして生きる意味が見えなくなる。そういう風に考えたんです。実際どうでしょうか？現代において AI を中心とした科学技術の凄まじい発達によって人間ができないことはないなんて言われている時代で、犯罪率がますます上がって自殺率が年々上昇している、そのような時代になってしまいました。皆さん、動画の途中にすいません。ファクトチェックの時間に入りました。自分が自殺率とか犯罪率の話をして、年々上がっているっていう話をしたんですけど、編集しながら、これでもよく考えたらもしかしたら自分のイメージってだけで、その上がってるわけじゃないんかなって思って実際に調べてみたら、これですね、警察庁が出しているデータ、統計なんですけど、やっぱり2008年、9年頃からだんだん下がっていって、自殺率は横ばいになって、コロナの時に少し上がったんですけど、また年々下がっている傾向にあると。自分の思っていたように、ますます上がっているという表現は合っていないなっていうふうに分かりました。犯罪率はですけども、確かに平成の14年頃から下がっていたんですけど、やっぱり令和に入って、コロナを迎えてから、もう一度犯罪率が上がっていると。こんな感じでですね、自分たちのイメージとはまた違う結果が出ることがあるんだなと思ったんですけど、それでも変わらずに毎年数万人の方が自ら命を絶ったり、犯罪も一向になくならない、そのような時代になっていることは確かです。それではニーチェがこのような時代でどのように生きなければならないのか、この人を一緒に見ていきましょう。どうぞ。そういう意味でキリスト教会は、そしてキリスト教会の持っている神という存在はすでに効力を失ったと考えたのです。それで神は死んだと言ったわけです。では彼はどういうふうにその時代を乗り越えようと考えたのでしょうか？人間から神がいなくなったその社会でこれからどのように生きていけばいいのかと悩んで出した答えが超人になるということなんです。ニーチェはただ周りから与えられた価値に従って生きるのではなく、どうしても引き起こってしまうその苦しみを引き受けながら、それでも自分で価値を作っていくのが人間らしさであり、それが価値のある人生だと主張しました。そしてそのように生きる人間の姿を超人と呼んだのです。なので、ニーチェの言う超人とは、特別な能力を持ったヒーローとかではなく、苦しみや矛盾から逃げずに、自分で生きる意味を作っていく人間のことを言うのです。そして、これからの時代を生きていく、そのような超人思想の真逆が、ニーチェが批判するキリスト教の教えだったというわけです。ニーチェは人生を尊く、強く、勇ましく生きる力をキリスト教が奪っていると考えたのです。何回も言うようですけども、その当時のキリスト教の教えが苦しみや逆境に直面した時に自分でそれを乗り越えて新しい神を生み出すのではなくて与えられた教えにただ従ってそこに宗教的な意味を加えて従順とか忍耐をそのまま良いことにしてしまう生き方だと批判したからです。もちろんそういう教えが慰めにはなるかもしれません。しかしニーチェはそれだけでは人生そのものを切り開く力にはならないと考えたのです。というかそうはなっていないという現実を見たのかもしれません。俗に言う合理化という言葉が当てはまるかもしれません。自分が今受けているその苦しみとか困難から目をそらして自分を納得させるためのものになってしまうんだったら、その教えは本当に健康的で、その教えに従うことが健康的な生き方なのかと主張したのです。ここまでが自分が理解したニーチェの思想なんですけども、知れば知るほどもっと難しくなってわけがわからなくなるのがニーチェの思想なんですよね。で他にもいろんな専門用語とかもあるんですけど、今回は簡単に説明させていただきました。そして、ここからが自分がこの動画で伝えたいことです。ニーチェが言ったことは自分たちが完全に否定できるものではないと思っています。宗教や信仰は現代の人たちにとってだんだん意味のないもののように見られていると思います。喜びや快楽、成功や自由が溢れているこの時代に神が入る余地なんてない、そう考える人もたくさんいるんではないでしょうか。逆に自分たちはその信仰や宗教の価値を社会に堂々と伝えることができているでしょうか？もしくは横の人に聞かれた時に自分なりの言葉で説明できるでしょうか？悲しいことに私たち家庭連合は日本で解散命令が下されました。その解散命令の背後に共産主義の暗躍があったとしても、メディアの偏向報道があったとしても、結局
私たちのこの信仰の価値を、そしてこの信仰のおかげでこれだけ大きく成長して社会に貢献できたんだということを示すことができなかったのが根本的な問題だったのかなというふうに思います。ただ、私たちの信仰は本当にニーチェが言うように、私たち信者一人一人を弱くして人生をより創造的に価値のあるものに作り変えて、本当に意味のある人生を送ることができないようにしているのでしょうか。私たち家庭連合の教えがそういう風に生きさせるような教えなのでしょうか。もし今ニーチェが私たちの前に現れ、お前たちの信仰はお前たち自身を弱くしているじゃないか。辛いことがあれば神に祈って解決を神に任せる。教会に任せる。解決ができなくてもそれでも私たちは幸せだとか言って納得させる。それは現実から逃げているだけでお前たちを弱くしているんだ。そう言ったとしたら信仰者である私たちは何と答えることができるでしょう。自分はこう答えたいです。ニーチェ、それは違う。私たちの信仰の根本は、ただ自分自身を慰めることではありません。もちろん、その面もあります。ただ、その根本にあるのは、ひたすらに愛と向上であると思っています。私たちは神様を喜ばせたい。誠の父母様を喜ばせたい。だから、今日という一日をただただ流されて生きるのではなくて、一日一日を大切に生きて勝利していきたい。向上を捧げていきたい。そう願っているのが、私たち信者だ。そう言いたいです。そして、この生き方を教えてくれたのが誠の父母様だ。だから私にとって信仰とは苦しい現実から逃げるための道具ではなくて、今日を乗り越えて明日に向かって生きていくための力、そしてこれは自分だけではないと思っています。その信仰があるから国家に否定されても、社会的に迫害されても、それでも立ち上がっていくのが今の2世3世、そして今でも頑張ってくださっている一世の方々なんです。そして私たちがこのような信仰を持って一日一日を生きていけば必ず社会にいい影響を与えていける。だからこの団体が、このコミュニティが必要なんだ。そう言える私たちでありたいです。現代社会は競争が激しく、変化も早くて、人と比べられながら結果を求め続けられる社会です。だからこそ人々は疲れやすくて、自分は何のために生きているんだろうと生きる意味を見失いやすくなっています。僕は誠の父母様と神様に対する信仰、自分が一日一日を生きていく原動力になっています。確かに教会では教理を与えられるし、教えを学びます。ただ、それが本当に根本的に重要なことではなくて、自分たちがその信仰でどのように生きていくか、より神様を喜ばせ、より一日一日を勝利していく。そのような感覚が、そのような経験が一番大事なんだってことを自分は教わったし、実感しています。ただ、自分も含めて一人でできるような人はなかなかいません。だからこそ、共に励まし合って、神様を、信仰を見つめ直す共同体として、教会が必要なんです。皆さんはどう思いますか？少しちょっと熱く語ってしまって、最終的に何を言っていたのかわからないかもしれないんですけど、私たち家庭連合の信者一人一人は、決してただ教えに従ってしがみついて生きていくような私たちではあってはいけない。それはニーチェが批判するような、もしくは無神論者の方々が教会を見て思うような団体になってしまうと思います。私たち一人一人がぜひ主体性を持って、この信仰に誇りを持って一日一日を勝利していけるような、そういう私たちになれたら自然と社会も認めてくれるだろうし、私たち一人一人の人生も神様の喜ばれるような創造的な素晴らしい人生を歩んでいけるんじゃないかなと思います。こんな若造がここまで一人語りをしていて、なんかちょっと恥ずかしいなと思うんですけども、これからも自分たちがより良くなっていけるように、そして自分自身もより良くなっていけるように頑張っていきたいと思います。ぜひ応援よろしくお願いします。